フランス出身のエロディさんと茶娘姿でお茶摘み体験。さてさて後半戦はなんかこの周りはお茶のいい香りがしますよね。そうですね。茶町だからですかね。お茶屋さんがたくさんあるよね。そうだね。いっぱいあるよね。素敵な町。一行がやってきたのは静岡市で茶町と呼ばれる界隈。茶の町と書いて茶町。その名の通り多くのお茶問屋や小売店、製茶工場が軒を連ねます。ところで静岡市でお茶の取引が盛んになったのは今から100年以上も前のこと。清水港から外国に輸出されたことに始まります。当時の外国向け茶箱には浮世絵風のラベルが。アルファベットで書かれた銘柄はラジと呼ばれ、その斬新さは日本のグラフィックデザインの先駆けとも言われています。エロディさん、静岡茶といってもいろいろな種類があるんですか？そうですね。品種とかは少ししているけど、あれですか、番茶とか煎茶とか？それ違うんじゃない？違う。まあ私はまだ勉強中なので、詳しいことはプロに聞いた方がいいかもしれません。やっぱここは静岡人としてもお茶のこともっといろいろ知りたいよね。そうだね。そんな疑問解決しましょう。訪ねた先は茶町金三郎。店主の前田房夫さんは知る人ぞ知るお茶のマエストロ。名だたる賞を数々受賞し、某テレビ番組でお茶通王にもなった方なんです。それではね、静岡茶の特徴による違いをクイズにしてみました。もちろん品種によるね違いっていうのはあるんですけども、一般的ではないので今日は取れる地域によるお茶の違いをクイズにしてみました。アシスタントは私が務めます。エロディさんもミムとユアも頑張ってね。頑張ります。じゃああれやっちゃうか。やろう。はい、せーの、ロザリオクロス。小山エロディ VS ロザリオクロス静岡茶飲み比べクイズ。お茶の違いがわかるのはどっちかな？はい、問題です。今回は3種類のお茶を用意しました。まず山のお茶、そして里のお茶、玉露、この3つです。さあどれがどのお茶かわかりますか？ ABC それぞれを飲み比べてどれが何のお茶かを当ててください。それではスタート。始まりました静岡茶飲み比べクイズ。ロザリオクロスは正解することができるのか？お茶ラバーズエロディさんの実力は？何？私飲んだことないかも。このなんか甘いような苦味があってすごい美味しいような。なんか B は苦味がある。どうですかエロディさん？多分わかると思います。すごい。嘘。わかんない。ちょっとすいません、ヒントをください。はい、まずね、山のお茶は、香りがいいんですよ。香りがいい。で、里のお茶は味が濃いです。そして玉露は甘みがある。そうなんだ。はい、それがヒントです。香りがいい、味が濃い、甘みがある。なるほど。なるほど。さあ回答を並べてください。どうぞ。はい。香りと味の濃さがポイントだったこの問題。どちらも B を里のお茶と予想。回答が分かれたのは山のお茶と玉露。それでは前田さん、正解をお願いします。はい、では正解を発表いたします。なんだ。
エルディさん、全正解。嘘。わすエロディさん飲み比べてみてどうでしたか？そうですね。まず色で結構わかりやすくて、はい、あとはこの浅蒸しのなんか爽やかな香りが好きで、これ結構美味しかったです。それでは前田さんの静岡茶解説。ここでは山のお茶と里のお茶を取り上げました。2つの違いは栽培するお茶畑の環境。山のお茶は山あいの急斜面で育ったお茶です。寒暖差が激しいのでお茶の葉は薄くなりがち。一方里のお茶は平らな土地で日光をたくさん浴びるので肉厚の葉ができます。この違いがお茶の味に現れるんだとか。 A の山のお茶なんですけども、これはですね浅蒸しのお茶なんですね。はい、山のお茶は浅蒸しのお茶が多いです。で浅蒸しなので蒸し時間が短いということなので、お茶の香りがよく残ってるんですね。ですから香りがいいお茶になります。で、里のお茶 B のお茶ですね。こちらは、深蒸し時間が長いお茶が多いですね。で、栄養もたっぷり吸っているので、味がすごく濃いんです。で蒸し時間が長いので、葉っぱがちょっとポロポロっとしてますよね。そして、そのことでお茶の内容物が外にすぐにこう出てくるようになってます。なので味が濃くなるんですね。そうだ、せっかくなのでティーパーティーやりませんか？やりましょう。やったー。とここでエロディさんからティーパーティーのお誘い。ティーパーティーとはお茶ラバーズの間で最近流行っているライフスタイル。肩肘張らずお茶を自由に楽しもうというものなんです。そこで前田さんはフレーバーな香りがするお茶とお菓子のマリアージュを、エロディさんは飲み方のアレンジを提案しました。で例えばですね、こういうあんこのお菓子ですねには、こちらの桜葉の香りのするお茶とかがあったりするんですよ。桜葉って何ですか？桜の葉っぱです。桜餅なんかにくっついてますよね。はいはいはい。でだからこれを食べると、でこれを飲む桜葉の香りのするお茶を飲むと口の中で桜餅が出来上がるんですね。だから違うものの味の組み合わせということで、口の中で、お茶とお菓子がマリアージュするっていうことになりますよね。ところでエルディさん、こちら何ですか？はい、これは今年の夏たくさん飲んだ、レモンほうじ茶ソーダ。ほうじ茶ソーダ？ほうじ茶ソーダ。美味しそう。どう？もうなんか香りがいいね。ほうじ茶の味がすごくする。ね、みゆちほうじ茶好きだからさ、ね、初めて飲みました。美味しい。よかったです。ありがとうございます。一番私にとって大事なことは、このお茶を入れる時または飲む時、この相手とシェアする特別な瞬間がとても好きで、この時は本当にお互いの気持ちはこの一服のお茶を閉じていろいろ共有ことができるから、こういう文化はヨーロッパにはないものなので、これから日本茶インストラクターの資格をいつか取って、そしてお茶をもっと広めたい夢を持っています。まず周りの静岡からでどんどんフランス、ヨーロッパ、世界へこの日本のお茶の文化をもっと広めたい気持ちがあります。ついていかせてください。静岡もそうですし、日本いろんなところでお茶を作っていて、でお茶の世界ってすごく広いので、あとは食べ物とかもね、カップリングみたいなのもね、非常にこう流行っているので、そういういろんなお茶の世界をね、世界に広めていっていただけるとありがたいなというふうに思います。頑張ります。
いかがでしたか？茶どころ静岡のお茶体験。新茶のシーズンが待ち遠しくなってきました。静岡茶の美味しい秘密や茶摘み体験などお茶尽くしの30分でお送りしました。次回はフェスティバルシティ静岡の魅力をご紹介。お楽しみに。